今日はまた命を救う新しい小型バイオ企業を紹介するよ。ティッカーシンボル SPRY とティッカーシンボル AQST。特に2つ目の AQST は今後1年半ぐらいで大きな波が来るかもね。今回紹介する企業の領域はアナフィラキシーショックだよ。何それと思ったかな。もしかして聞いたことがある人もいるかもね。まずアナフィラキシーショックとは何か説明するね。アナフィラキシーショックとはアレルギー関連だよ。なので原因は食べ物だったり薬物だったりするよ。外とかで蜂などの昆虫の毒の場合もあったり、ゴムのアレルギーの場合もあるよ。原因がよくわからない場合もあるよ。アレルギー反応が強く症状に現れた状態のことだよ。血圧が低下、意識が低下、脱力の場合をアナフィラキシーショックというよ。重度になると命に関わるものだよ。実際に亡くなる人も結構いるよ。症状が出ると極度の血管拡張により気道が閉鎖されてしまい、酸素が不足し窒息死するよ。なので症状が出たら対処する必要があるよ。今回はその薬だよ。現状、症状が出た時にどうするかだけど、エピネフリンを注射するよ。とはいえ結構重篤な場合は結構早く病状が悪化するので、過去にアナフィラキシーショックになった経験がある人は自分で注射できる自己注射器を持ち歩いているよ。症状が出そうでやばいなと思った時に注射器で筋肉注射をするよ。命には変えられないので仕方がないけど、自分で注射って勇気がいるよね。特に筋肉に注射しないといけないから、自分でやったことがないけどなんか痛そうだよね。なんかアンメットメディカルニーズを感じない？今回はそれを変える話ね。これがアナフィラキシーショックの治療法を示した表だよ。真ん中の4社は自己注射。すなわち今ある自己注射器を発売している会社だね。現在承認されている製品があるのはこの4社だけだよ。一番左の会社が9割以上のシェアを持っており、圧倒的な状態だよ。右側に警備スプレーってあるよね。ここには3社あるね。左側が今回紹介する SPRY。現在この分野でトップランナーだよ。ただしまだ FDA 申請中で承認はされてないよ。製品としてはローンチしていないということだよ。真ん中は上場してないよ。右側はティッカーシンボル AMPH。ここも開発はしているよ。ただアナフィラキシーショック以外の製品もたくさん販売しているため、このストーリーに乗るならば SPRY が良いと思っているよ。そして一番左がフィルムだよ。このカテゴリーは一つだけで、2つ目に紹介する AQST があるよ。次に自己注射に対して患者がどう思っているかについて説明するよ。エピペンというのが圧倒的なシェアがある自己注射器だよ。それを持ち運ぶのは患者の 50% 未満ということだよ。考えてみてほしいの。アレルギーがあると分かっている人はかなりいろいろ気をつけて生活しているよ。となると外出時が結構リスクがいろいろあるけど、その時に持っていかない患者が多いということね。まあなかなか注射器を持っていくって荷物にもなるし、扱いも丁寧にしないといけないし面倒だよね。アナフィラキシーショックに頻繁になるわけではなく、もしもの時のためのものだからね。次に 25% から 50% の患者はエピペン治療を拒絶するということだよ。これは自分で筋肉注射をするっていうのは勇気がいるよね。よく注射をしているならばできるかもしれないけど、アナフィラキシーショックってもしものための時にするものだから経験は多くないはずだよ。となるとあまりやりたくない人もいてもおかしくないかもね。
60% が治療の遅れ。これも同じで、毎日注射していればできると思うけど、頻度は多くないから、経験が少ないといざという時に素早くできない人がいてもおかしくないよね。あと 25% から 35% が正しい用量の使用に失敗しているとのことだよ。まとめると、注射への抵抗感についてアンメットメディカルニーズがあるということよ。注射以外にすることでチャンスがある領域だと思うよ。そこで出てきた製品の一つ目が SPRY の警備スプレーだよ。左側のものがそのスプレーだよ。花粉症とかの人は鼻のスプレーとか使ったことがあるかもしれないけど、それに似ているよね。右側はちゃんとかっこいいケースまで作っているみたいだよね。注射器よりは運びやすい。さらに注射せずに鼻に出せば良いだけなので、注射器への抵抗感の問題は解決するよね。もう一つが AQST のフィルムだね。かなり薄くて小さいね。服の胸ポケットに入れておける大きさ。このフィルムを下の部分に置いておくだけで、血液にエピネフリンを届けることができるよ。なんかすごいよね。テクノロジーって感じで。ちなみにエピネフリンの市場規模は米国で現在465万処方ということだよ。それなりに大きな市場規模だよ。さらに利便性が高まれば、もっと多くの人が薬をもらおうとするかもね。そういう意味では市場規模はもっと大きくなる可能性があるよ。では具体的な銘柄を見ていこう。まずは警備スプレーから。ティッカーシンボル SPRY。 こちらはスプレーで勝負している会社だよ。時価総額は836ミリオンダラーぐらいだよ。右側の AMPH は時価総額 2.2 ビリオンダラーの会社で、スプレー以外にも様々な製品を持つ会社だよ。ピュアプレイの SPRY を見ていこう。ティッカーシンボル SPRY。 アナフィラキシーショックの警備スプレーが中心の会社だよ。すでにフェーズ3の試験結果は出ており、それをもとに FDA に申請しているよ。これまでの FDA との流れを説明するよ。2023年9月に FDA から CRL、これは非承認通知と呼ばれるものだよ。それを受け取ったよ。FDA は反復投与試験が必要だと要求したよ。これは1回だけの試験ではなく、同じ人に複数回使用した場合にどうなるかの試験だよ。アナフィラキシーショックも1回だけということはなく、同じ人が複数回使用する可能性があるから、そのデータが要求されたんだよ。実際にその試験をやって問題ないというデータを出したよ。2024年の Q2 に CRL の回答を FDA に出す予定だよ。2024年後半に FDA が承認するか決め、承認された場合は米国で発売となるよ。特許は2038年まで問題ないとのことだよ。キャッシュも余裕があり、承認されれば希薄化リスクは少ないのではないかと思っているよ。以前の動画で説明した図だと、この水色の位置にある銘柄だよ。冷やしチャートがこちら。FDA からの非承認通知でビビった投資家が売り、マイナス 55% とも下がったよ。ただ、その後データを取れば問題ないということが分かり、徐々に株価は回復し、非承認通知前よりも高い位置にあるよ。週足チャートはこちら。2023年に高値圏にいるね。次に AQST を見ていこう。左側のフィルムの会社だよ。アナフィラキシーショックの製品を見る前に製品の全体を見ておくよ。同じフィルムの技術だけど転換発作の製品が FDA に申請中だよ。アナフィラキシーショックの製品は現在フェーズ3の段階だよ。転換発作の薬を見ていくと、こちらも似たストーリーで、現在は注射か警備スプレーのみだよ。
そこに下の下に置くフィルムを FDA 申請しているよ。2022年8月30日に仮承認となっているよ。現在、2歳から5歳について、2023年9月に FDA へ新薬申請したよ。その期限が2024年4月28日に来るよ。承認されれば2027年1月の発売予定だよ。次にアナフィラキシーショックの製品の開発スケジュールだよ。現在フェーズ3の試験中で3月中に結果を発表予定だよ。さらに小児向けの試験も Q2 までやる予定だよ。それをもとに FDA とミーティングをして Q4 に新薬申請予定だよ。よって発売は2025年の予定だよ。ケービスプレイから1年ぐらい遅れそうだね。AQST のイベントについて説明するよ。2024年3月5日に決算発表予定だよ。さらに翌日3月6日にカンファレンスコールがあるよ。既存製品があるので数字も大事かな。ただすごい材料が出る感じはしないよね。次のイベントは2024年3月にアナフィラキシーショックの製品のフェーズ3の結果が出るよ。ここはかなり重要だよ。その次は転換発作の薬の承認期限が2024年4月28日なので、その前に承認が出る可能性があるよ。こちらも重要イベントだよね。AQST に関する銘柄の考察をしておくよ。まずはアナフィラキシーショックの製品のフェーズ3だけど、もちろん試験結果は何があるかわからないけど、結構期待しているよ。そもそもこの薬でフェーズ3で何をやるかについて説明するね。フェーズ3は疾患に対する効果を証明する試験だよね。がん患者に対して効果があるのかとか。けどアナフィラキシーショックってそんなに頻度が高いものではなく、どこの病院の付近で起きるかもわからないよね。可能性がある人全員に試験中の薬を持ってもらうのも現実的ではないし、では人工的に起こしてもらって実験するかというと、それは倫理的に許されないよ。ある意味アレルギーはあるかもしれないけど、健康な人に病気になるようにアレルギー物質を与えるというのは現代の研究では倫理的に許されないわ。ではどうするかということだけど、エピネフリンがアナフィラキシーショックに有効だということは分かっている事実だよ。となるとエピネフリンがちゃんと血液中に入っていけば問題ないはずだよね。よって健康な人に薬を投与した時に血液中のエピネフリンがどうなっているかを調べる試験をするんだよ。患者を治療するって文字にすると簡単そうに見えるけど、患者の症状や特性みたいなものが様々だから証明するのは結構大変だよね。それをする必要がないので結構いけそうだよね。問題となるのはフィルムという技術で本当に血液に薬剤に届けられるかだよね。これも転換発作の薬があって、そこでは結果が出ているよね。もちろん薬剤が違えば違う部分もあるけど、証明している薬があるかないかって大きな違いだよね。結構いける気がしているよ。さらに SPRY の非承認通知の後にフェーズ3を始めているので、しっかり反復投与試験もできているよ。次に臨床試験の費用について考えてみよう。特にフェーズ3は大規模になるから、自分の会社ではやらずに薬剤を他の会社に売却するような小型バイオ株も結構あるよ。病気の人を大人数確保して、それを一定期間薬剤を使ってもらうのって結構コストがかかるんだよ。今回の試験って健康な人を集めて投与してその状態を見るだけだから、フェーズ3といってもそれほど費用はかからないよ。さらに AQST は5製品も製品があり、それなりの売り上げがあるので、臨床試験費用のために公募増資をするリスクは高くないよ。市場規模のところで言ったけど、
使いやすいフィルムになれば欲しい人が増えて使用量も増える可能性があるよ。あと今回はアナフィラキシーショックの薬として説明しているけど、フィルムの応用先としてはそれだけではないよ。フィルムプラットフォームを用いて他の薬剤に広げていくことも可能だよ。企業としてみれば強みだよね。不安要素としてはスプレーが先に発売される見込みなので、先にマーケットを取られるリスクだね。警備スプレー以上に持ち運びできるので後発でもなんとかなると思っているけど、どうなるかだね。冷やしチャートはこちら。紹介しようと先週末に思って動画を作っていたんだけど、今週かなり上がっちゃったね。1年半後の株価はこんなもんじゃないと思っているけど、直近の株価の動きの予測は難しいね。調整する可能性も考慮しなくちゃだね。購入を検討するならばエントリーポイントはよく考えてね。それにしてもこのチャートって気持ち悪いよね。普通ブレイクアウトするときって教科書的にはブレイクアウトした後に一度高値を試しに行くよね。矢印の動きみたいな感じ。ブレイクアウトが正当かどうか試す儀式みたいなものだと思うの。もちろん強力な材料とか出ればそんなことはしないけど、今週特に何も出ていないよ。そして出来高も先々週の後半から異常に高いのよね。ショートカバーも考えたけどショート比率は少ないし、どう見ても機関投資家がチャートを無視して買っているようにしか見えないのよね。上がるところで普通あるような葛藤が見られないんだよね。普通短期でこれぐらい上がればとりあえず週末だし利確しておくかと思うよね。上髭は少しできているけど、あまり個人投資家が買い上がったようには見えないんだよね。週足チャートはこちら。今週ブレイクアウトして一気に来ているね。今週はプラス 64% の上昇。今月にフェーズ3の結果も出るし、その期待もあるのかな。最後に SPRY と AQST を比較するね。適正なバリエーションがどこにあるかは自分にはわからないので、説明を聞いてみんなで考えてね。まずは時価総額が3倍違うの。もちろん SPRY が1年先行しているし、フェーズ3も終わっている。さらに先行発売の有利な点は考慮が必要だよ。それに対して AQST は今月フェーズ3の結果が出る。一方で SPRY はエピネフリン中心に対して AQST はフィルムの技術で他の薬剤も拡張していく予定だよ。ちなみにアナフィラキシーショックだけでなくジンマシンのフェーズ2をやっていたり、他の疾患にも適用を狙っているね。ただしそれも AQST はフォローしていくことはできるはず。技術的に見ると警備スプレーは他の会社もやっているよね。フィルムの競合は調べてないけど、アナフィラキシーショックの開発は今のところ AQST だけかな。AQST の不動株に対する機関投資家はまだまだ大きくはないよ。ただフェーズ3が成功して注目度が上がれば上がってくる可能性はあると思っているよ。それじゃまた次回。何でもいいからコメント欄でリクエストしてね。みんなのコメントがなくていつも寂しがっているよ。バイバイ。